匂いは30分ほどで消えた。IMG、ホテルの窓。外はロンドンの曇り空。ガラスにかすかな曇り。昼過ぎ。今度は温度だった。2003年の秋。イギリス。ロンドンにある老舗ホテルで、実際に起きた話だ。私は今、鏡の前に立っている。手が、震えている。割れた鏡の破片が、床に散らばっている。その中央に、一枚の古い写真が落ちていた。拾い上げた瞬間、息が止まった。IMG、古びた写真のクローズアップ。色あせた1990年代の女性の顔。写真の中の女が、こちらを見ていた。その顔は、私だった。ロンドン中心部。ビクトリア朝時代に建てられたその格式あるホテルに、私は仕事の出張で訪れていた。10月の末のことだ。チェックインした部屋は、天井が高く、壁紙は深い赤。正面の大きな鏡だけが、どこか場違いに古めかしかった。最初は気にしなかった。でも、夜中の2時を過ぎた頃、鏡の円が、ぐらついているのに気づいた。触れた。ほんの少し、傾いた。そして、音もなく、鏡は倒れた。破片の中に、それはあった。写真の裏には、鉛筆で書かれた文字が残っていた。かすれていたが、読めた。1999年、この部屋で、消えた。日付は、10月31日。今日と、同じ日だった。写真をもう一度、正面から見る。その女は笑っていた。私が今いる。この部屋で、私が今着ている。この服と同じ色の服を着て、鏡は割れている。でも、壁の、鏡がはまっていた枠の中に、何かが、まだ映っていた。暗がりの中に、輪郭、女の、輪郭、こちらを向いている。この部屋で24年前に何が起きたのか。私はなぜ、その写真の女と同じ顔をしているのか。そして今夜、彼女はなぜ、戻ってきたのか。すべての始まりは、あのホテルの部屋だ。IMG、ロンドンの霧の中にそびえるビクトリア朝様式のホテル外観。夜、街灯の光、その部屋に足を踏み入れた瞬間、私はある感覚を覚えた。知っている、という感覚を。2023年10月。ロンドン。私は一人で、その街にいた。仕事の都合で、滞在先を急遽変更することになった。代わりに取れたのが、ビクトリア地区に立つ古いホテルだった。創業は1887年。100年以上、同じ場所に立ち続けている建物。ロビーに入った瞬間、空気が変わった。冷たく、重い空気。フロントの男性は無言で鍵を渡した。言葉少なく、視線を合わせず、それだけなら、どこにでもある話だ。でも、部屋番号を見た瞬間、私の指が止まった。314号室。なぜだかわからない。ただ、その数字が怖かった。廊下は長く、薄暗かった。カーペットの絵は、赤と黒の幾何学模様。歩くたびに、足音が吸い込まれていくようだった。314号室。ドアを開けた。部屋は広かった。窓からはテムズ川が見えるはずだった。でも、その夜は霧が濃く、外には何も見えなかった。正面の壁に、大きな鏡があった。縦に長い、木枠の鏡。枠には細かい彫刻が施されていた。バラのような、あるいは鶴のような、判別のつかない模様。私は鏡の前に立った。自分の顔が映っていた。当然だ。でも、その瞬間だけ、私は思った。この部屋で、私より先に、誰かがこの鏡を見ていた。と、窓の外で何かが動いた気がして振り返った。霧だけがあった。テムズ川も、街の灯も、すべて白く塗りつぶされていた。その夜、私は夢を見なかった。眠れなかったからではない。眠っていたはずなのに、
夢の痕跡が何もなかった。目が覚めた時、枕が濡れていた。泣いていたのか、汗をかいていたのか、今でもわからない。翌朝、鏡の表面に白い曇りがあった。指で触れた。冷たかった。氷のように、曇りはゆっくりと、形を作っていた。指の跡、のような。誰かが、内側から触れたような。IMG、ホテルの薄暗い廊下、遠くに光、手前にぼんやりとした人影。IMG、ロンドンの古いホテルの廊下、薄暗い照明、霧のような空気。翌朝、6時17分、目が覚めた時、部屋の空気が変わっていた。重い。とでも言うべきか、息をするたびに、胸の奥に何かが引っかかる感じ。窓を確認した。鍵は閉まっていた。換気口も詰まっていない。それでも、その重さは消えなかった。匂いがした。花、のような。でも、生きた花ではない。押し花を、何十年も箱の中に閉じ込めたような、古くて乾いた甘さ。このホテルの部屋に、花は一本もなかった。理由を探した。隣の部屋から漏れてきたのかもしれない。廊下に飾られたものかもしれない。フロントに電話しようとして、やめた。花の匂いがします。と言って、何を答えてもらえるというのか。匂いは、30分ほどで消えた。IMG、ホテルの窓。外はロンドンの曇り空。ガラスにかすかな曇り。昼過ぎ、今度は温度だった。部屋の中央、ベッドとデスクの間、そのあたりだけが、明らかに冷たかった。手をかざすとわかる。エアコンの吹き出し口を確認した。そこではなかった。床暖房の設定も変わっていない。冷たさには輪郭があった。円を描くように直径1メートルほど。私はその中に足を踏み入れた。一歩、二歩、肌が泡立った。足首から膝へ、膝から腰へ、冷気が這い上がってくる。まるで水の中に沈んでいくような。思わず後ずさった。振り返った時、鏡が視界に入った。曇っていた。昨夜と同じように。でも昨夜とは違う場所に、違う形で、今度は楕円に近い輪郭だった。人の顔ほどの大きさで、鏡の中央よりやや左、ちょうど誰かが立った時、顔が映る位置に、私は動けなかった。IMG、古い鏡、表面に白い曇り、輪郭が人の顔のような形。曇りは、呼吸していなかった。揺れない。広がらない。ただそこにあって、こちらを、見ていた。ドアフォンが鳴った。清掃スタッフだった。私は鏡から目をそらした。対応して、扉を閉じた。もう一度、鏡を見た。曇りは消えていた。跡形もなく、まるで最初からなかったように。でも私は確かに見た。あの形を、あの位置を、あの静けさを、説明できないことが、三つ重なった。匂いと、冷気と、あの曇り、三つが揃った時、人はようやく認める。これは偶然ではない。と、その夜、私はデスクに座り、スマートフォンで発見された写真を、もう一度見た。1990年代のロンドン。このホテルの廊下で撮られた一枚。そして気づいた。写真の背景。廊下の奥。誰かが、こちらを見ている。文明に、見た。IMG。古い写真のクローズアップ。廊下の奥に薄い人影。IMG。暗いホテルの廊下。スマートフォンの画面が青白く光っている。二度目だった。もう、目の錯覚とは言えない。あの夜、午前1時を過ぎた頃、私はベッドの端に腰掛け、発見した写真を、もう一度スマートフォンで開いていた。ズームした。廊下の奥、暗がりの中に、人影、ぼんやりとした輪郭。でも確かに、こちらを向いている。IMG。スマートフォン画面に映る1990年代のモノクロ写真。廊下の奥に人影、
心臓が跳ねた。息を止めた。指先が画面の上で固まる。スクロールもできない。ピンチアウトもできない。ただ、その一点を見つめていた。1990年代のロンドン。このホテルの、この廊下、その奥に立つ人影の顔が、少しずつ、像を結んでいく。違う、違う、と思いたかった。でも、輪郭は崩れない。瞳の位置、鼻の稜線、唇の形。私と、同じだ。IMG、写真の人影部分をクローズアップ。顔の輪郭が浮かび上がる。床が、冷たくなった気がした。エアコンは、切ってある。窓は、閉めてある。なのに、足元から這い上がるような冷気。それだけではない。あの匂いが、戻ってきた。古い木と、カビと、何か甘い腐臭のような。身体が、動かない。正確に言えば、動かすことを、身体が拒んでいた。本能が、命令していた。視線を、外すな。と、IMG、ホテルの部屋、窓の外にロンドンの夜景。室内は暗く静まり返っている。どのくらい、そうしていたか、3分か、5分か、時間の感覚が、溶けていた。やがて私は、ゆっくりと、顔を上げた。スマートフォンから目を離し、部屋を見回した。ベッド、クローゼット、テーブル、そして壁、新しい鏡がかけられている。ホテルのスタッフが交換した。あの鏡、円に金の装飾が施された。重厚な一枚、鏡の中に私が映っている。当たり前だ。当たり前のはずだった。でも、私は気づいてしまった。鏡の中の私の隣に、もう一つの影。IMG、アンティーク鏡の中、ナレーターの隣にぼんやりとした人影が映り込んでいる。座っていた。私のすぐ横に、声も出なかった。叫ぶことも、逃げることも、できなかった。ただ心臓だけが、狂ったように打ち続けていた。その影が、こちらを向いた瞬間、IMG、鏡の中の人影が顔をこちらへ向けようとしている。直前の静止が、私たちの視線が、初めて、交わる。その影は、動かなかった。ただ、そこに、あった。私の右隣、椅子一脚分の距離、息が、できない、喉が、凍りついたように、閉じていた。IMG、鏡に映る二つのシルエット。片方だけが輪郭を持っていない。私は視線を外せなかった。外したら終わりだと分かっていた。本能がそう告げていた。鏡の中の影は私と同じ高さに座っていた。同じ角度で前を向いていた。まるでずっとそこにいたかのように、自然に、当然のように動いた。影がゆっくりと首を巡らせた。こちらへ。私の方へ。心臓が止まりそうになった。鏡の中で顔が浮かび上がってくる。輪郭、目元、鼻筋、口元。それはあの写真の中の顔だった。壁の中に24年間眠っていた顔。でも今、その顔は確かに私を見ていた。目があった。IMG、鏡面に浮かぶ白い顔。目だけが異様に明るい。違う、合わされた。という方が正しい。向こうが私を選んで見ていた。その瞳には感情があった。怒りでも悲しみでもない。もっと深いもの。懐かしさ。とでも言うような私を知っている目だった。ずっと前から知っていたような目だった。唇が動いた。影の唇が何かを言っている。声は聞こえない。でも口の形が読めた。2文字。私の名前。と、鏡の外には何もない。
振り返れば、空っぽの部屋、ベッド、クローゼット、誰もいない。でも鏡の中には、確かに彼女がいた。私の名前を呼びながら、膝がガクリと落ちた。床に崩れた。冷たい絨毯の感触だけが現実だった。IMG、暗い部屋、床に座り込んだ人物の後ろで今日が光る。逃げなかった。逃げられなかったのではない。逃げることがもう意味をなさないと分かったから、あの目を見た瞬間に悟った。彼女はここだけにいるわけではない。鏡の中だけの存在ではない。翌朝、ホテルの廊下を歩いた。エレベーターを待った。扉が開いた。中に鏡があった。そこに映る私の隣に、また、あの影。IMG、エレベーター内の鏡。映り込む二つの人影。もう、日常の中に入ってきていた。IMG、朝のロンドン。灰色の空、霧がかかった街並み。ロンドンを離れた。それで終わると思っていた。2024年10月、帰国の飛行機に乗り込んだ。窓の外、ヒースロー空港のターミナルが遠ざかっていく。深呼吸をした。終わった。と自分に言い聞かせた。IMG、飛行機の窓、夜空、ぼんやりとした顔の反射。機内灯が落ちた。機内は静まり返り、ほとんどの乗客が眠り始めた。私も目を閉じようとした。その瞬間、窓ガラスに自分の顔が映った。暗い夜空を背景に、くっきりと、じっと見つめた。自分だ。当たり前だ。でも、私のその隣、誰かが座っていた。振り返った。誰もいない。空席。窓に目を戻した。映っていた。笑っていた。私の顔をした。彼女が IMG、空席と窓の反射。二つの影。声が出なかった。悲鳴を上げれば機内が騒然とする。それだけがかろうじて私を沈黙させた。目をそらした。ずっとそらし続けた。着陸するまでの7時間。IMG、自宅のマンション。玄関の薄暗い廊下。帰宅した。自分の部屋のドアを開けた。見慣れた天井。見慣れた壁。ここは安全だ。と思いたかった。3日後、洗面所で歯を磨いていた。いつもと何も変わらない朝だった。水を止めた。静かになった。鏡を見た。私がいた。普通の私がそこにいた。息を吐いた。その瞬間、鏡の中の私が一瞬だけ遅れた。たったコンマ1秒。でも確かに私の動きと鏡がずれた。IMG、洗面台の鏡。微妙にずれた反射。鏡から飛びのいた。もう一度見た。普通だった。完璧に同期していた。気のせいだ。と言えたかもしれない。あの夜の記憶がなければ。IMG、職場のオフィス。パソコン画面に反射する顔。さらに4日が過ぎた。職場のパソコン画面。スリープ状態になった黒い画面に顔が映る。それはよくあることだ。でも、その日、画面が暗くなった瞬間、2つの顔が映っていた。私の顔と、もう一つ、背後から覗き込むように、慌てて振り返った。誰もいない。同僚たちは皆、自分の仕事に集中している。何も見えていない。私にだけ見えていた。IMG、暗いオフィス。パソコンの黒い画面に2つの顔。その夜、気づいた。彼女はホテルに残らなかった。あの壊れた鏡の前に止まらなかった。私についてきた。飛行機の中へ、自宅の洗面所へ、職場のデスクへ。ガラスがあれば、どこにでも反射するものがあれば、
どこにでも、逃げ場など、もう、どこにもない。そして、私はまだ知らなかった。彼女が何者なのか、なぜ、私の顔をしているのか、その答えが、私を、さらに深い闇へと引きずり込もうとしていることを、IMG、古びたホテルの帳簿、色あせた宿泊者名簿、ろうそくの光、答えを探さなければ、と思った。ただ逃げるだけでは、もう限界だった。彼女が誰なのか、なぜ、私の顔をしているのか、その問いが、頭から離れなかった。帰国から3日後、私はロンドンに戻った。あのホテルに、もう一度、フロントで尋ねた。あの部屋の歴史を教えてほしい。と、最初、スタッフは困った顔をした。それでも、私は引かなかった。やがて、一人の置いた管理人が出てきた。70代は超えているだろう。彼は、私の顔を見た瞬間、わずかに目を細めた。あなた、以前にも来ましたよね。と、彼は言った。私は首を振った。初めてです。と、彼の表情が静かに曇った。地下の資料室に案内された。埃の積もった棚が壁一面に並んでいた。1990年代の宿泊台帳、古い写真ファイル、従業員の記録簿、管理人は一冊の台帳を取り出した。1999年10月、そのページを開いた瞬間、息が止まった。そこに、私の名前があった。いや、正確には、私と同じ名前が、同じ読み方、同じ綴り、この方ね、と管理人は言った。その部屋で、亡くなった。声が、出なかった。1999年の秋、その女性は、あの部屋で一人で息を引き取った。死因は、不明のまま、遺体が発見されたのは、発見から3日後、誰にも気づかれないまま、3日間、管理人が1枚の写真を差し出した。ホテルが保管していた、唯一の彼女の記録。それは、あの鏡の裏から落ちてきた、あの写真と、全く同じものだった。不思議でしょう。と管理人は囁いた。彼女、あなたにそっくりだ。違う。と私は思った。そっくりなのではない。同じなのだ。その女性の生年月日が台帳に記されていた。私と同じ年、同じ月、同じ日。頭が白くなった。管理人の声が遠くなった。それはつまり、どういうことなのか。私が彼女なのか、彼女が私なのか、それとも、私はまだ、この答えの入り口に立っているに過ぎないのか。翌朝、あの部屋の前に立った。ドアの向こうから、何かが私を呼んでいた。静かに、確かに、彼女と、直接向き合う時が来た。IMG、薄暗い廊下、古い木製のドア。ドアノブに手をかける人物の後ろ姿。IMG、霧に包まれた廊下。遠くに一つの扉。扉の前に、立っていた。朝の7時。ロンドンの冬の光は、薄く、冷たい。廊下には誰もいなかった。足音一つ、聞こえなかった。私は、鍵を握っていた。昨夜、管理人から受け取ったものだ。もう誰も使わない部屋だから、と、彼は言った。その声が、震えていたことに気づいていた。深呼吸を、した。鍵を差し込む。回す。カチリ、と音がした。扉が、開いた。IMG、薄暗い室内。正面に大きな鏡。空気が、違った。外の廊下とは、まるで別の層にある空気だった。古く、重く、湿っている。1990年代から閉じ込められたような、そんな空気。部屋の奥に、鏡があった。割れていなかった。新しい鏡だ。先日、業者が交換したものだ。それなのに、表面に何かが、滲んでいた。近づいた。また、近づいた。止まれなかった。IMG、
鏡の中に浮かぶ影、鏡の中に私がいた。当然だ。鏡なのだから。でも、その私は微笑んでいた。私は笑っていない。全身の血が下に落ちた。膝が笑った。呼吸が止まった。鏡の中の私が首を傾けた。ゆっくりとこちらを見ながら、来たのね。声がした。私の口は閉じていた。IMG。鏡の表面が揺れる。水面のように逃げなければ、と思った。でも足が動かなかった。壁に背がついた。いつの間にか後退していたらしい。鏡の中の女が、一歩、前に出た。こちらへ、鏡の外へ。あなたは、覚えていないの？その声は、私の声だった。周波数まで、同じだった。頭の中で何かが、崩れた。IMG、写真と鏡と女が重なるイメージ。あの写真の女、台帳に記された生年月日。私と同じ。年、月、日。彼女は、私だ。違う。私が、彼女だ。どちらでもない。どちらでも、ある。もうすぐ、わかる。鏡の中の女が、手を伸ばした。ガラスの表面が、波紋のように揺れた。境界が、消えていく。私は、その手を、見ていた。拒めなかった。IMG。光の中に消えていく輪郭。その朝、私に何が起きたのか。それを話すには、もう少し、時間がいる。IMG。夜明け前の暗いホテルの部屋。カーテンの隙間から薄灰色の光が差し込んでいる。あの朝から、何かが変わった。正確には、何かが、壊れた。元には、戻らなかった。ロンドンを経ったのは、翌日の早朝だった。タクシーを呼んだのか、自分で歩いたのか、もう覚えていない。気づいた時には、ヒースロー空港の硬い椅子に、座っていた。手荷物だけ、スーツケースは、ホテルに置いてきた。鳥に戻る気には、なれなかった。IMG、空港のロビー、朝の光の中、人々が行き交う。主人公だけが、静止しているように見える。あの部屋の番号は、309。今でも、頭から離れない。309、309、309。呪文のように、繰り返す。それが何を意味するのか、わからない。ただ、忘れられない。帰国してから、最初に気づいたのは、鏡が見られなくなったことだった。洗面台の前に立つと、胸が締め付けられる。視線をずらす。うつむく。それでも、視界の端に、何かが映る気がした。女の、輪郭。IMG。洗面台の前でうつむく人物。鏡には、何かが映り込んでいる。部屋の鏡には、タオルをかけた。玄関の姿見には、布を貼った。それで少し、楽になった。けれど、夜になると、ダメだった。眠れない夜が続いた。まぶたを閉じると、あの鏡の中の女が、手を伸ばしてくる。波紋のように揺れる。ガラスの表面、消えていく。境界線、目を開ける。真っ暗な天井。また、閉じる。また、現れる。その繰り返しが、何週間も続いた。IMG。天井を見つめて横たわる人物。窓の外。夜が深い。ロンドンには、もう近づけない。あのホテルの周辺どころか、ロンドンという地名を聞くだけで、体がこわばる。友人から旅行の話が出るたびに、話題を変えた。理由は、言えなかった。言っても、信じてもらえないから。写真の話、台帳の話、生年月日の話、全部、正気とは思われない。IMG、カフェで友人と話す場面、主人公だけ、どこか遠い目をしている。でも、一つだけ、確かなことがある。あの写真は、実在した。あの女は、私と同じ顔をしていた。そして、
あの夜、鏡の向こうで、彼女は手を伸ばしてきた。私は、それを、見ていた。拒めなかった。なぜ拒めなかったのか、その答えを、ずっと考えている。恐怖だったのか、それとも、何か別の感情が、私の中に芽生えていたのか、完全には、終わっていない。そんな気がしている。鏡をすべて隠しても、夜が怖くても、それでも、あの境界線は、どこかに存在し続けている。私の側に、すぐそこに、IMG、布のかかった鏡、部屋の隅に、静かな影。この話には、まだ、続きがある。彼女の手が、伸びてきた。私は、それを、ただ見ていた。拒めなかった。なぜ拒めなかったのか、今も、その答えが出ない。恐怖だったのか、それとも、もっと深いところに、何かが芽生えていたのか。ロンドンを離れたのは、その翌朝だった。荷物をまとめる手が震えていた。フロントで精算を済ませ、ホテルの扉を出た瞬間、振り返ってしまった。3階の窓、あの部屋、カーテンが揺れていた。風はなかった。IMG、ロンドンの古いホテル外観、3階窓にカーテンが揺れている朝の風景。帰国してから、鏡をすべて布で覆った。洗面台も、玄関も、クローゼットの扉の裏側まで、夫には言えなかった。言葉にすれば、現実になる気がして、それで、消えたわけではなかった。夜中の2時頃、目が覚める。理由はわからない。ただ目が開く。そして部屋の隅が、気になる。何もない。何もいない。でも、視線がある。確かに、ある。IMG、暗い寝室の隅。うっすらとした光の中で何かの気配を感じる構図。あの写真について、後から調べた。1990年代のロンドンで、そのホテルの客が行方不明になった記録が、一件だけあった。名前は公開されていない。年齢も、不明。残されたのは、客室番号だけ。308号室。私が泊まった部屋と、同じだった。IMG、古い新聞の切り抜き。ホテル行方不明の記事。顔写真は黒く塗りつぶされている。写真の中の女は、私の顔をしていた。でも、今になって思う。もしかしたら逆なのかもしれない。私が、彼女の顔をしているのかもしれない。どちらが先で、どちらが後なのか。時間は、一方向にしか流れないはずなのに、鏡の向こうに、もう一枚の時間がある。そんな気が、今もしている。あなたなら、どうする？鏡の裏から、24年前の自分の写真が出てきたとき、その夜、鏡の中に誰かが立っていたとき、手が伸びてきたとき、拒める、と思う？ IMG、薄暗い部屋で一人の人物が鏡を見つめている後ろ姿、鏡の中に別の影が映る。私にはわからなかった。今も、わからない。ただ一つだけ、確かなことがある。あの夜から、私の中に何かが残っている。消えない何かが、それが記憶なのか、彼女の一部なのか、それとも、もともと私の中にあったものなのか。境界線は、まだそこにある。すぐそこに。